こんにちは、村雲です。今回の動画は DIY の動画となっており、GR スープラにて Android デバイスを用いたスクリーンミラーリングのやり方を教えてほしいという質問がありましたので、そのやり方を紹介します。それではご覧ください。まずはスクリーンミラーリングについてです。スクリーンミラーリング機能とは、Android デバイスの画面情報をそのままナビ画面で投影することであり、スープラにもともと備え付けられている Apple CarPlay とは異なり、画面を投影しているだけであるため、CarPlay に対応していないアプリでも投影することができることがメリットですが、通常操作ではこの機能を活用することができないため、ビーマーコードを用いた設定の方法を紹介します。ビーマーコードを用いたコーディングを行っていきます。方法としては、過去動画で何度か紹介させていただいており、一つ目の動画で基本的な設定項目全般を、二つ目の動画で少しマニアックな内容を、三つ目の動画でデフォルト設定への復元方法を紹介していますので、合わせてご覧いただけると幸いです。今回のミラーリング設定を有効化するためには、ヘッドユニットの項目の中のエキスパートモードを選択し、ご覧のコードをすべて有効化していきます。これらコードをすべて有効化した後にコーディングを行うことでスクリーンミラーリングを有効化できます。コーディングが終了するとマルチメディアの項目の中にスクリーンミラーリングの項目があり、これを選択し Android 機器とペアリングすることでご覧の通り画面左側に Android デバイスの画面が投影されています。縦横を切り替えることで画面いっぱいに表示することもでき、また、サブ画面を閉じることで、もう少し表示範囲を拡大することができます。ただ、CarPlay のように全画面表示できないことが少し残念です。次は、このミラーリング機能を用いた各アプリの使い勝手を紹介していきます。まずは、Google ナビを用いた音声案内を行ってみました。ご覧の通り、過去行った CarPlay を用いての Google ナビの使い勝手と、ほぼ同様の情報表示量にて、ナビ案内を実施してくれていることがわかります。自社位置なども正確に捉えており、また地図の縮尺も交差点に差し掛かると自動で拡大表示を行ってくれたりと、特に不満なく使えます。そのため Android ユーザーの方の場合、普段使いはスープラの純正ナビを用いて目的設定を行い、地図情報が古かったりうまく目的地案内されなかった場合の保険としてミラーリング機能を活用するといった使い分けができれば、特に不自由さを感じることはないかと思います。1点不満点があるとすると、このミラーリングはあくまで Android の画面を投影しているため、ナビ画面のタッチ操作と連動しておらず、目的地設定や地図の拡大縮小に関しては、あくまでも Android デバイスを操作する必要があるため、操作性としてはどうしても劣ります。続いて YouTube などの動画アプリの再生です。こちらが CarPlay に対してミラーリングアドバンテージを持っている点であり、YouTube などの動画アプリをナビで投影し見ることができます。オーディオに関してはスープラ自体のオーディオから音声が流れるため、音質自体も特に問題なく視聴することができるため、目的地に早めに到着してしまった場合の暇つぶしなどに十分活用できるかと思います。私自身、もともと Android ユーザーだったのですが、スープラが CarPlay しか対応していないということで iPhone ユーザーとなったのですが、この機能であれば Android に変えずれてもいいかなと思えてきまして、iPhone 14に買うかどうか揺らいでいます。スープラオーナーの方の参考となれば幸いです。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。